東京町探検です。今回は吉原通いの人々が歩き、また江戸を水害から守った日本包み、そして農業、工業、水運に使われた山谷堀の跡をたどり、吉原大門に向かいます。どうぞご覧ください。スタートは前回の続きで、今の国道4号線が石神井用水を渡っていた美濃輪橋の跡です。地下鉄日比谷線美濃輪駅の近くです。歩道の盛り上がりが橋の跡だと言われています。国道4号線を背に石神井用水が流れていた跡を進んでいきます。突き当たりで本流は右に曲がりますが、左に分水を分けていました。このお店のところです。石神井用水は石神井川の水を北区王子で取り入れ、ここまで引いてきた農業用水です。左の塀の向こう側は吉原の遊女を葬った常観寺です。このお寺のことは前回の動画でご紹介していますので、説明欄のリンクや右上のカードからご覧ください。前方に2本の道が並行しています。よく見ると左の道は低く、右は高くなっています。石神井用水が流れていたのは左で、暗渠になり上は道路になりましたが、周囲より低くなっています。では右は何かというと、かつては土手でした。今は崩されていますが、おそらくその名残で高くなっていると思われます。左の用水跡を進んでいきます。右手は飲食店の裏側です。土手の道に入り口があるので、こちらからだと一段かさ上げしているように見えます。この辺りでも左へ水を分けていました。前回の動画でご紹介した思い川です。それがここ。かつてはもう少し広かったとは思いますが、ここに思い川が流れ、現在でも台東区と荒川区の区境になっています。右手に用水の名残かもしれないところがあります。敷地が低く、かつての護岸の高さを思わせます。ここで荷物を積み下ろししていたとすれば素晴らしい遺構なのですが、どうでしょうか。大谷石の構造物や石の階段にも水辺の気配を感じます。石神井用水はこの先右手の土手と並んで、ほぼ直線で隅田川まで続いていました。美濃輪から隅田川までの部分は山谷堀と呼ばれ、この辺りがどうだったかは不明ですが、少なくとも下流では舟運が行われていました。この動画でもこれからは山谷堀と呼ぶことにします。まっすぐ進めば吉原なのですが、ここでちょっと寄り道をします。寄り道の先はこちら永久寺さんです。江戸五色不動の一つ、目黄不動として知られています。目白目黒は駅や区の名前になっており有名ですが、他にも目赤、目青、目黄の不動があり、合わせて五色不動と呼ばれています。目黄不動はここの他にもう一箇所、江戸川区平井の西勝寺にもいらっしゃり、合わせて五色六ヶ寺が江戸五色不動です。土手の道に戻ってきました。ここに可愛い公園があります。至るところにパンダがいる公園です。台東区には上野動物園がありますので、それにちなんだものかもしれません。
山谷堀の後を進みます。この先は右に並行する土手の道ともども広い道路に飲み込まれてしまいます。この広い道は今も土手通りと呼ばれており、かつての土手の跡に作られています。土手通りをしばらく進んでいきます。左に並行して山谷堀が流れていました。ここにあった土手は二代将軍秀忠の時代に作られた堤防でした。この辺りは低湿地で隅田川の氾濫の危険がありました。そこで水害を防ぐために土手を築きました。地図でご覧ください。今いる場所はこの辺りです。隅田川は今いる場所の北から東を流れています。そして江戸城や日本橋、神田といった江戸中心部の低地はこちらの方向になります。この辺りの低湿地に隅田川の水が溢れてきた時のためにここに土手を作りました。ここで水を食い止めようというわけです。この土手が今歩いている土手通りのところにあったものです。さらに隅田川の対岸のこの辺りに隅田堤、墨堤と呼ばれる土手があります。この2本の土手でロートのように水の出口を細くして、氾濫の時にはその間の部分に水をあふれさせて遊水池のように使おうとしたという説もあるそうです。この土手の名前は日本堤。命名の由来には諸説あり、定説は定まっていないようです。途中の交差点で左を見ると、土手通りから山谷堀に向けて土地が低くなっています。反対側もやはり低くなっています。土手は崩されましたが、今でも周りの土地より高くなっています。この辺りを舞台にしていた千葉哲也さんの漫画「明日のジョー」の主人公矢吹ジョーの像です。漫画とは顔立ちが少し違いますがかっこいいです。靴の色が数年前より明るくなったようで、定期的に塗り替えがなされているようです。左に並行する裏通りは山谷堀の跡です。この辺りからが土手通りのハイライトです。看板に吉原土手とあります。桜鍋中江さんの建物は登録有形文化財です。その隣、土手の伊勢屋は天ぷら屋さん。こちらも登録有形文化財です。いつものことですが、この日も長い列ができていました。そのすぐ先、吉原大門交差点です。ここが吉原の入り口なのですが、その前に寄り道をしていきます。吉原とは反対側、左に曲がり、山谷堀に入ります。ここが山谷堀を埋めた後の道です。しばらく進むと、
正面に何らかの工作物があり、道は左に迂回しています。手前の交差点を曲がるつもりでしたが、偶然目に入りピンとくるものがあったので調べに来ました。この石の柱、曰くありそうです。この奥に山谷堀の跡があるのではないかと予想したのですが、ありませんでした。しかし長細い敷地は怪しいです。改めて全体を見ると、この石柱は橋の親柱のようです。そしてアーチ状のコンクリート。橋の欄干ではないでしょうか。山谷堀にかかっていた橋の気配が濃厚ですが、古地図を見ても確認できずにいます。予定の道に戻り、目指していた寄り道の一箇所目がこちらの東禅寺さんです。大きなお地蔵様は江戸六地蔵の一つです。江戸六地蔵は江戸の出入り口の街道沿い6カ所に作られたもので、いずれも上六の炉座で銅像です。廃仏希釈により一体は壊され、五地蔵が現存しています。アンパンの元祖木村屋の創業者ご夫妻の像と顕彰碑がありました。ただこのお寺との関係は分かりませんでした。もう一箇所の立ち寄り先は春慶院です。こちらには吉原の遊女高尾太夫の墓があります。吉原遊女の最も高い位が太夫ですが、中でも高尾太夫は筆頭格の源氏名で、三浦屋に伝わる大名跡でした。ここに眠るのは二代目高尾太夫と言われています。先代藩主伊達綱宗に身請けされたとも、その話を断り切られたとも伝えられており、別名先代高尾とも呼ばれています。墓石には細かな装飾がなされており、綱宗の内命により建てられたとも伝えられているそうです。側面には寒風にもろくもくつるもみじかなの時世の句が刻まれています。山谷堀の後に戻ってきました。この辺りから下流は山谷堀公園という名で、遊歩道兼公園として整備されています。吉原では手紙に使う高価な紙から花紙、落とし紙まで多くの紙を消費しました。そこで古紙を回収して再生紙を作ることが行われていました。墨の色を落としきれず灰色をしており、浅草紙と呼ばれました。大量の水が必要なので山谷堀沿いに工場があったようです。その作業の中に古紙を煮た後で水にさらして冷ます冷やかしという工程があり、冷めるまで 1,2 時間待つことになります。暇つぶしに職人は吉原に出かけていきますが、灯籠する時間はないので、初めからただ見るだけの目的です。このことから買う気がないのに見るだけの行為を冷やかしというようになったそうです。そうした歴史を伝える上新井橋跡です。土手通りに出て吉原に向かいましょう。江戸時代、吉原通いの人々は浅草から馬道を通り、上新井橋の少し先からこの土手の道、二本堤を歩きました。豪勢に船で来る人は、チョキというタクシーの役割をする小舟で隅田川を遡りましたが、山谷堀との合流地点で降りてからは、やはり二本堤をカゴで、あるいは徒歩でやってきました。歌川広重の浮世絵に描かれた二本堤です。山谷堀跡と二本堤跡の土手通りを歩いた今回の動画はこれで終わります。
最後までご覧いただきありがとうございました。次回はいよいよ吉原に入ります。次の動画もぜひご覧ください。